ゼノブレードが語りたい。いきなりどうしたさあ新番組ゼノ方。いよいよゼノブレードのリメイク版、リマスターなんだけど、発売が間近なので、ちょっとね。もうこんな時間経った？そういや俺の配信でゼノブレードまであと何日っていうテキストいつも載せてんだけど、書いてるね。見てる。気づけば残りあとわずか。もうそろそろだね。そうポジキャンをご利用しさせていただく。俺もね、ゼノブレード気になってたんだけど、全然ストーリーとか知らないっていう、そういうそうね。ただストーリーは正直語っちゃうとあれなんで、語らないで、世界設定だけ、そうね、ありがたいですね。完全にネタバレにならない程度でふんわりと伝えていきたい。お伝えしてよろしい？はい。いいよ。私ちなみにゼノブレイドは2はやった。あ、2やった。それはね、ポイント高いよ。ちなみに俺はゼノブレードクロスを1時間ぐらいやった。あ、それ1時間クロス1時間は短い。まあまあやね。シアさんがゼノブレード2をやってる人だから、素晴らしいよね。そうね、2との共通点は、ぶっちゃけあんまりない。だから、ぶっちゃけゼノブレード2はやってなくても全然関係ないけど、そうなんだ。そう。ただ2をやってると、ちょっと、もしかしてあれみたいな感じの気づきがもしかしたらあるかもしれない。そうなんだ。2がね、面白いって聞いて、なんかそんなやろうかなってなるんだけど、1やってないからさ、ちょっと。変えなかったんだよね。それね、マジで全然関係ないです。関係なかったんだ。関わりはもうほぼ 98% ぐらい関係ないから。マジで。逆に、だから、ゼノブレ1をすでにやってて、ゼノブレ2をやった、その次にやった人は、ゼノブレ2の途中で、おーってなる場面はある。ただ逆もしかりで、多分ゼノブレ2から始めて、ゼノブレ1を今回初めてやるっていう人も、要は俺たちには、ね、体験できない体験をできるわけじゃん。2から先にやって1をやるっていう。それはそれで、羨ましい。結構多分ね、おってなる演出が多分あると思うね。なんかちなみに、C って言うならどっちもやってない人はどっちからやった方がいい？それ1から ?C って言うなら、どっちでもいいんだけど、あえて言うなら、雰囲気が、1の方が、こっちの方が、ちょっと重い。で、2は、シアさんやってるから分かると思うけど、全体的に、少年漫画風。で、そうね、ストーリーのネタバレはしたくないから、いっちゃん最初のプロローグだけ言うと、プロローグ書いてあるよ、なんか、創世神話の。そう。大事なのが、その下のさ、神のムクロの大地って書いてるじゃん。これが、ゼノブレードが面白いのが、シルクたちのフィールドが、でっかい巨人の上なんよ。巨人の上？そう。巨人の死体の上でシルクたちは生活してる。そう。神のムクロの大地じゃん。そう、その通り。で、なんか、ホームページのさ、ほら、ここの、なんかやばそうなやつおるやん。やばそうなやつが、いわゆるその、鬼神っていう、機械の神様ね。で、主人公たち、シルクたちが住んでるムクロの巨神は、その巨神っていう、いわゆる生物の神様。別なんだ。そう、だから生物の神様と機械の神様が昔めちゃくちゃドンパチやっとって、でどっちも死んで、で、そのムクロの上でシルクたちは生活を始めてるみたいな。巨神の上の生命、シルクたちと鬼神の上の生命がちょっと敵対関係にあるよみたいなのがプロローグ。そっから話がいろいろ動くわけですよ。が、そうね、世界設定で魅力はね、どうしよう。たまらんよ。ちょっとどうしよう。あと5時間いるこれ。もしかするとちょっと止まらなくなるけど、いいや、思いつく限り言うわ。はい。フィールドがたまらんね。フィールドがたまらん。音楽とか？音楽は別。
後で言う。脱線しちゃうけど、なんかガウルヘーゲンっていうスマブラの曲あるじゃん。ガウルヘーゲン、あれめっちゃ曲よくない？あれフィールド流れてる。ガウルヘーゲンはね、たまらん。フィールド自体も素晴らしいし、BGM もおっしゃる通り T 君が言うように素晴らしいし、フィールドであの曲流れてるってすごいよね。いや、そう。ただ、ガウルヘーゲンにその到達するシチュエーションもね、たまらんのよ。これ、たまらんよ。ガウルヘーゲンを聞いた瞬間にゼノブレード民はちょっともう歌い出すよ。いや、だから想像できた。心のふるさとで話す。ゼノブレードのそうね、フィールドの特徴を言うと広い。広い。本当にメインストーリーだけ進めようと思ったら、多分フィールドの多分 30% ぐらいしか埋まらん。へー。寄り道がすっごいできて、で、しかもその開発のモノリスソフト、ここがね、フィールド作るのがめちゃくちゃセンスあって、ブレス・オブ・ザ・ワイルドわかる？さすがにわかるよね。そう。ブレス・オブ・ザ・ワイルドのフィールド作成の、協力とかもしてる。あ、そうなんや。だからゼノブレード先にしとったら、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのフィールドちょっとなんかゼノブレード味あるなみたいな感じのフィールドは何個かあって、そうなんや。自由度めっちゃ高いってことか。高い。つまり、あそこに山が見えるな。いけるってことでしょ。いけるんだけど、リンクではないからよじ登ることはできない。リンクだけよじ登ることはできない。シルクが一般人なんよ。一般人だった。シルクね、研究員なんだよ。シルクって一般人なの？そうだよ。あいつ何の勇者でも何でもなくて。そうなんや。そうなんだ。ただの一般人だから、これもその RPG の中では珍しい設定だよね。珍しいと思う。てか俺がやってきた RPG では少なくともあんまりなかったああいう理系のちょっとおとなしい系の性格なんだけど、で、別にその特に熱血っていう感じの表面上は熱血キャラでもないしみたいな、そういうキャラが主人公っていうのもちょっと珍しいんじゃないかなっていうのはあります。なるほどね。話がそう。フィールドの話や。そう。フィールドの話ごめん、まだ続くわ。まだ続く。リンクで終わりじゃない。リンクで終わり。そのゼノブレブレス・オブ・ザ・ワイルドほどではないんだけど、RPG でよくあるのが見えない壁ってあるじゃん。はい。RPG やってる人多分どっかで感じたことあるんだけど、見えない壁がないゼノブレード。ない。それが面白い。そう。行けそうなところやったら行けるんだよマジで。でもマップの端はあるでしょ。マップの端はだからそれは落ちる。巨神の体から落ちる。なるほどね。はい。シルクが人のムクロだから。そう。落ちた先はネタバレかな。いや、死ぬ。高いんだ。空高いんだ。そう、シルクってさ、バーストするときさ、うわーって言うじゃん。あのボイス。あのボイスで死んでリスタートする。なるほどね。すげえなんか世界観にだから没入しやすいんだよね。なんかゲームでありながらゲームを感じさせるそういうなんて言うんだろう、見えない壁とかそういうのがあんまりなくて、俺はシルクなんだみたいな。シルクだ。そう、自分をシルクだと言い張る一般市民になっちゃうんだよ本当に。俺は今シルクになってるみたいな。一体化できるんだ。そう、没入感がそうだからすごい。シルクのスマブラで下 B でビジョンってあるじゃん。はい。だからこれはさすがにネタバレにならないにはならないと思うから言うけど、モナドっていう剣が未来を見れるんだよ。未来史だからね。で、これがストーリーでいろいろ活躍はするんだけど、それだけで終わらんくて、戦闘でもめちゃくちゃ絡んでくるよ、この未来史っていう。それはちょっと知ってる。そう。それ知らんか。これがなんかね、なんか設定が設定で終わらないっていうか、そういうのがやっぱりそういう一つ一つが、俺はシルクなんだなみたいな。未来史ある。そう。オープニングムービーで最初にキーンって言ってシルクの目がちょっと青く光って
未来見てる。あんな演出あれ、シルクが、はい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 。なんか懐かしいわ。あれ未来を見てんだよ。そうそうそう。シルクだけがみたいな、そんな感じだった気がする。なるほど、あれそういうことか。未来史をしてるんだ。そうです、そうです。あれ、シルクの参戦ムービーも未来史してるでしょ。あ、そう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 、リンクと、マルスになんか闇討ちを食らいそうになったのを、はいはいはい、なるほど。で見て、ちょっと、そう。あとね、やっぱね、これは外せないんだけど、BGM がね、たまらんよね。はい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 。俺もね、たまにゲーム音楽の動画流れてくるから聞いてるんだけど、急にね、ガールフェーゲンの音楽が流れてきて、何これかっこいい音楽やん。スマブラで聴いててもさ、そんなに意識してなかったからさ、聞き入ってはなかったんだけど、改めて聞くとこれがフィールドで流れてるってやばいなと。そうね、あとはね、まあキャラクターも全然大好きなんだよな。全キャラ好き。ダンバンさん。ダンバンさん。あれ、南原さんって言ってるんじゃないの？ダンバンさんです。南原さんのコラはある、ちなみに。なんちゃんのコラはあります。俺、ベジータの人なんだ、これ。そうです。この堀川亮さん、ベジータの人なんだけど、大丈夫。この堀川亮さんの声も、ゼノブレード終わったら、これベジータじゃんって最初は思うんだけど、ダンバンさんの声だってなるんだよ。さすがプロの声優だな。そう。これね、なんて言えばいいんだろうね。キャラ付けがすごい自然なんだよ。なんかね、だから最初は、なんていうの、こいつこういうキャラなんやなっていうのは、まあ、わかるんだけど、そっからストーリー進めていくごとに、なんかもっとなんかコクが出てくるというか。愛着湧く。深みが出てくる。愛着はもちろん湧く。でも愛が止まんないぜ、これ。そう。もうめっちゃキャラが深く掘り下げられてる。ちなみに俺が一番好きなキャラクターは、まあ、シルクなんだけど、次いで一番好きなキャラクターがラインです。で、まあ、ゼノブレードやってる人は多分知ってるんだけど、あえて言うと、本作で、追加ストーリー。はい。つながる未来ありますね。そう。後日談が足されているので、私たちも、はい、楽しみ。ちなみにちょっと、ニッチな話になるけど、ゼノブレードのこの発売に合わせて、ゼノブレードのグッズが一部オンラインショップで発売されておりますので、モナドのキーホルダーとか売ってるから、僕ちなみに買いました。お前誰だ？ゼノブレード社員か？社員かTwitter とかで、ゼノブレードグッズとかで調べたら多分出てくるから、あの人は調べるといいかもしれない。ちょっとゲームプレイしてから考えたいと思います。まあね、ゼノブレードこんだけなんか売れてて、みんなめっちゃいいゲームって言われてるんだから相当なんだろうね、やっぱり。そう。いや、そうだよな。このパッケージがまずワクワクするよな。これ。このパッケージがもう、ゾクゾクゾクみたいな。私さ、このさ、ゼノブレードのパッケージさ、Wii だとさ、この剣しか映ってないじゃん。そうね。あれさ、遠目から見たらさ、ゴルフゲームかと思ってたよ。今の一言について。いやー、それはモノリスが悪いわ。それはゲームに見える方が悪い。見える方が悪い。幸せも悪くない。実はゼノブレード1周目した時は、そこまでやったのよ。いや、まあ楽しかったんだけど、まあ普通に満足みたいな感じで終わったんだけど、そこまで熱中しなかった。そう、いや、まあ熱中はしたよ。熱中して、まあ普通に、まあ90点ぐらいかなみたいな感じで。偉そう。まあ楽しかったなみたいな、満足して、さあ受験勉強せんといけないなみたいな感じで終わったんだけど。確かに。2周目がね、半端なかったね、ゼノブレードは。2周目するゲームなのこれ。そう、いや、2周しないと意味がわからんとか、そういう意味合いでは全くないんだけど、会話のところどころに、っていう。2周目でそう意味がわかる。ジェンとかがあって、で、2周目のエンディング見たとき、俺、ゲームで唯一泣いた。マジでゲームで唯一泣いた。だから受験勉強をする直前の最後にやったゲームがこれ。それでよく勉強できたね。いや、まあ言うて、ほら、終わったのが、多分6月、7月上旬ぐらいやったから、まあそっからはがっつり勉強。まあもともと勉強はちゃんとしてたから。偉いから。そう。さすが先生。先生先生。
先生のリサーチによれば、ゼノブレード、このリメイクは神ゲーなので、皆さんやりましょう。やります。あわよくば2週。2週ね。2週やってほしいね。2週目で俺と同じ感動を味わってほしい。まあ、この自粛期間の使い道が。そう、どうせ暇だろ。暇です。暇です。今日の授業終わります。はい。あざした。はい。ありがとうございました。タイヤリです。タイヤリです。あれです。